皆さんこんにちは。こちらはアキュフェーズ C240 です。発売は1978年。当時の値段は39万5000円でした。70年代の最高級コントロールアンプです。最高の回路と最高級の部品で構成されています。今回はこのモデルの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。回路は全段 A 級 DC 対称プッシュプルの贅沢な構成です。マスターボリュームはケージ変化の少ないコンダクティブプラスチックが使われています。スイッチ類の電気接点は2回路並列になっています。HF トリミングは MM 型カートリッジで目立つ広域のピークを補正する機能です。ハイエンドの性能を決定づける出力インピダンスは驚くべき性能です。これは現代のアキュフェーズやエソテリックの10分の1以下です。ヘッドホン出力の 0.3 オームも単体のヘッドホンアンプに匹敵する性能です。前回はこのアンプをオーバーホールする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプを測定して70年代のアキュフェーズの実力を明らかにします。それでは測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。ほぼ完全にフラットです。このアンプには音色がありません。カト応答も完璧です。歪みを見ていきます。右肩下がりのレベルはノイズで決まります。同年代のマッキントッシュとヤマハの中間の性能です。ノイズがやや落ちるのは複雑な回路と配線の引き回しのせいでしょう。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。マイナス120デシベル近くまでまっすぐです。CD のフォーマットを余裕を持ってカバーします。こちらはフォノイコライザーの周波数特性です。ほとんど理想直線と一致します。この線は HF トリミングのボリュームを最大にした結果です。MM 型カートリッジはこのようなスキージャンプ台のような特性です。HF トリミングはこの広域のピークを補正する機能です。こちらはフォノイコライザーのノイズ性能のランキングです。今回のアンプはこの位置です。
MM 入力の性能は標準的です。こちらは MC 入力のランキングです。MC 入力のノイズ性能は上位に位置します。こちらは出力インピーダンスです。1オームを切っています。これは現代のハイエンドを上回る性能です。ヘッドホンアンプの数値も単体のヘッドホンアンプ並みです。何をつないでも揺るぎなく安定した信号伝送ができます。アンプの価値を決めるボリュームのギャングエラーを見ていきます。小音量で若干大きくなるところがありますが、ほとんどの領域で十分な性能です。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は再生に使った音楽データそのものです。YouTube の配信では CD 並みの音質です。2番は今回のアンプの音です。このアンプの特性はフラットでしたから、原音と区別がつかないはずですが、どうでしょうか。周波数特性と歪み以外に音に関係する要因があるのか、アキュフェーズにはアキュフェーズの音があるのか、それではどうぞ。古いピアノにもたれて歌ったねしてるまだ君のことまだ知らないのになぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ
いかがでしたでしょう。何番がアキュフェーズの音だったか、分かった方はコメント欄でお聞かせください。現代のハイエンドに匹敵する性能です。出力インピダンスの低さは現代のハイエンドモデルを大きく上回ります。ヘッドホンアンプにも力が入っていて、単体のヘッドホンアンプに匹敵する性能です。このモデルにはたくさんのスイッチが使われていますが、接点が二重化されているおかげで接触不良やガリの問題が目立ちません。問題の多くはリレーの動作不良にあるようです。20個近いリレーが使われていますが、互換性のあるリレーが入手できなくて修理困難な状況になっています。とても高価なモデルですが、中古市場の評価がパッとしないのはこのような事情によるものでしょう。70年代のアキュフェーズは現代のハイエンドモデルにも見劣りしません。これは王者の風格と高い性能を兼ね備えたプリアンプの頂点の一つと言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。